皆さん、こんにちは。ガレージ WR です。いつも動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。今回の動画は、あっという間に納車から半年が経過してしまった GTR のインプレッションをしてみたいと思います。まず、走行距離についてですが、驚くことになんと2万キロを超えるハイペースです。このままでは1年で4万キロ、3年を待たずして10万キロを超えちゃいますね。多分ですが、MY22 の新車では世界で一番走っていると思います。ひえーは笑えませんね。でも、本当に面白い車両で乗らずにはいられないんです。本当に楽しいんですよ。これからもいろんな動画でこの楽しさを皆さんにお伝えしたいと思いますので、よろしかったらいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。というわけで、おー、やば。さて、今回納車される車両は一体何でしょうか。ってな感じのことを僕も動画でやってみたかったわけですが、美しすぎてまともに見れないっす。こちらが2022年モデル日産 GTR R35 ブラックエディションです。このグレードは何が違うのかというと、本側のステアリングやシフトノブにレッドステッチが入っているほか、専用レカロ製シートになっています。そしてほとんどの人が納車当日に最初のカスタムを行いますが、それこそが日産 GTR のポテンシャルを最大限に楽しむためにニスモが開発したスポーツリセッティングです。わかりやすく言うと、スピードリミッターを解除するので320キロ以上が保証されるほか、中低速での加速がえぐいことになるというものです。日産は公式なデータを公表していませんが、後期型のスポーツリセッティングはかなりの馬力が出ちゃってると実感しますね。ニスモの測定値グラフでの目測では初期型で80馬力以上馬力が上がっているので、単純計算で後期型では650馬力以上になっちゃいますね。これを純正の ECU チューニングでやってくれちゃうなんて、ニスモ恐るべしです。そしてこのニスモスポーツリセッティングが完了すると、エンジンの車両保証は日産からニスモに変更され、その証となるステッカーがエンジンルームに貼られます。なんかかっこいいんです。前置きが長くなりましたが、それでは早速半年間 GTR に乗ってみて、残念なところ良いところをお話ししてみたいと思います。さて、皆さん気になるところとなります GTR の残念なところですが、ない。いや、本当なんですよ。本当に不満が一つもないんです。強いて何かあげるとしたら、ナビかな。GTR のナビは初期モデルから画面サイズが大きくなったくらいで、ほとんど進化していないようです。交差点では通り過ぎてから右左折のアナウンスが出るし、地図はいつも遅れて表示されてるし、車両の向きを変えた後はしばらく方向音痴になります。
全くナビの機能を果たしていません。でもそれは GTR が速すぎるからだと僕は思っていて、ナビのことは諦めています。あ、もう一つありました。どんなに冷えたジュースでもあっという間にホットになります。この夏は大変でしたよ。ぬるま湯になったコーラってかなりきついです。どれくらいかな。夏場で30分から1時間くらい走行した後でカップホルダーのコーラの温度を測ってみると、結局冷たい飲み物を買ったら一気飲みしかありませんね。残念なところというわけではないのですが、車内を紹介しますね。こちらが高温サウナです。助手席側の後部座席の真下にはマフラーが通っているので灼熱のサウナ状態になります。冷房をビンビンに効かせないと夏場はかなりきついですね。そしてこちらが低温サウナです。よく GTR の後部座席はとにかく狭くて足が伸ばせない、頭が天井に当たるなんてことで乗り心地が悪いってお話を聞きますが、正直気になりません。意外と快適なんですよ。首の当たりが良くて気持ちよく寝れちゃいます。後部座席で気になるエンジン音もこのスピーカーから快適な音楽を流すことで帳消しになります。ドライバーはエンジンサウンドを楽しみ、同乗者は音楽を楽しむって快適空間を演出できるわけなんです。すごいですよね。実は意外と厳しいのが暑さだったんです。ただそれも季節によっては気にならなくなっちゃいますね。さてさて、続きましては GTR の良いところをご紹介しちゃいますね。正直たくさんありすぎて困っちゃいますけど、なんといってもその速さですかね。とにかく速いんです。速いというか瞬間移動に近いです。どんな風にっていうと説明が難しいんですが、例えば料金所を抜けた後って絶対に加速したくなるじゃないですか。でも目の前に車がいて、隣の車線にも後ろから車が迫っていて、あ、加速できないなって時に、その一瞬でこうやって最前列に出るって理想線が見えることがあると思うんですけど、普通はそんなことできないので、次の瞬間にその理想線は車の流れで消えてしまうものですよね。でもその次の瞬間に理想線を実現してしまうのが GTR の速さなんですよ。どんな状況下でも理想のラインを思った通りにトレースしてくれる。それが GTR の速さの秘訣なんです。例えばこんな感じです。っていう感じですよね。わかります。僕も最初は言葉になりませんでした。現実が理解できなくて、頭が真っ白になって、とにかくただ信じられないっていうか、何が起こったんだろうって感じで、それくらい速いんです。僕はもともとバイク乗りです。ツースト 500cc のバイク、市販車と市販レーサーを乗り継いできました。そんな僕が GTR にイメージするのは2サイクルのバイクです。急激な加速感やエンブレの効き方、走りのフィーリングが2サイクルのそれと似ています。逆に言えば車にはそれほどハマることがなかった僕がどっぷりとハマってしまった GTR はやっぱり僕にとってはツーストレーサーそのものなんだと思います。早く乗りこなせるようになりたいです。
次に良いところは、とにかくかっこいいところですね。歴代スカイライン GTR をリスペクトしつつ、その血統から受け継いだ車体は、まさに機能美につきますね。見てください。もう惚れ惚れとしますね。というわけで GTR の良いところ、話は尽きないわけですが、最後にどうしても言っておきたいことは、この GTR の素晴らしい塗装についてです。日産が誇るスクラッチシールドプラスアンチチッピング塗装という特別な塗装なのですが、はっきり言ってかなり良いです。傷がつきにくいとか、小さな傷なら元に戻るとか言われていますが、誤解されやすいので一言で言いますと、新車の輝きが持続するとイメージしてもらったら分かりやすいかと思います。実際水洗いだけで半年経った今でも新車の輝きがそのままです。このまま経過監視を続けて、またの機会に詳しくレポートしますね。それではまたお会いしましょう。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。